エモエモ。こんにちは、えもこです。今回は激安すぎるお絵かきタブレット、ペイトレックタブをレビューします。デジタルでお絵かきしようとすると、機材やソフトを揃えるだけで5から20万くらいするのですが、この製品はパソコン、タッチペン、お絵かきソフトが全部セットになって29,800円で売られていたので、激安すぎて思わずポチってしまいました。2年前に8万円だったものが在庫処分で安くなっていたので、この値段なら iPad よりも安いし、デジタルイラストの入門用にちょうど良さそうと思ったので、実際にお絵かきして検証してみたいと思います。それでは開封していきましょう。箱は小さめでパッケージのイラストが可愛いです。付属品は説明書、電源アダプター、クリップスタジオペイントのシリアルコード、画面の保護フィルムがついています。自分で貼るのかなと思ったら、最初から本体にも貼られていました。iPad は保護フィルムを自分で買わないといけないので、最初から2枚もついているのはありがたいです。この製品は日本のパソコンショップのドスパラさんが販売しているので、説明書が日本語なのも嬉しいです。画面サイズは 10.1 インチで普通の iPad と同じくらいのサイズ感です。ただ重さが 657g で 12.9 インチの iPad よりも重いので、見た目よりも結構重たいです。カメラが前と後ろについているので、ビデオ通話やオンライン授業にも使えそうです。側面には電源ボタンや音量調整ボタン、USB-C ポートが1つついていますが、USB-C は充電ケーブルを挿すと埋まってしまうので、 USB メモリなどの周辺機器を使いたいときは別売りの USB-C ハブが必要です。本体のストレージは 128GB で一番安い iPad の4倍あるので、たくさんイラストを描く人も容量不足で困ることはなさそうかな。もし容量が足りなくなってもマイクロ SD カードを挿せば後から容量を増やせるので安心です。ロック解除は指紋認証になっています。スタイラスペンはワコム製デジタイザーで筆圧が4096回丁、傾き検知付きの充電不要ペンになっています。普通のペンタブのペンと比べると細くて軽いです。ボールペンみたいに芯を出し入れできるので、うっかりペン先をぶつけて折れないようになっています。ただペン先が交換できないので、ペン先が消耗したらペンごと買い替えないといけません。この製品はワコムフィール IT テクノロジーのスタイラスペンに対応していて、鉛筆型のペンとかいろんなものが出ているので、ペン先が交換できるものに買い替えても良さそうです。それでは実際に書いてみたいと思います。エモエモ。まずは描画性能を確認してみます。直線を引いたりペンを素早く動かしてみます。普通に書けますね。筆圧や傾きもちゃんと感知しています。少し示唆があって、たまにペン先とカーソルがずれて見えますが、追従性は悪くないと思います。画面はシャープで綺麗だけど公式機ではないかな。発色のいい Adobe RGB99% のモニターと比べるとやや青っぽい感じがします。あと画面の保護フィルムがツルツルした光沢タイプなので、ペンがツルツル滑って周りのものが結構映り込みます。それが気になる人は別売りのペーパーライクフィルムを買うと良さそうです。ペーパーライクは画面が白っぽくなってペン先の消耗が早いですが、かなり描きやすくなると思います。他にもいろいろな操作を試してみましたが、キャンバスを回転させたり拡大縮小すると距離がワンテンポ遅れる感じなので、高性能なパソコンや iPad でお絵描きしたことがある人は少し描きづらいかもしれません。色塗りで処理の重たい筆を使うと少し遅れて色が塗られる感じです。クリスタの起動も10秒くらいかかります。ただ線画や軽い筆なら割とサクサク描けますし、入門用と割り切れば使えなくはないかな。 YouTube も処理落ちせずに再生できました。スピーカーの音質はあまり良くないけど、ヘッドフォン端子がついているのは嬉しいです。あとタッチ操作ができるので iPad みたいに2本指タップでアンドゥできるのは便利です。ただ画面が10インチでやや小さめなので、画面上のボタンをなるべく減らして Bluetooth キーボードやタ
ブメイトなどの左手デバイスでツールを切り替えられるようにした方がお絵かきスペースが広くなって描きやすくなりそうです。あとこれは Windows の問題だと思うのですが、急にタッチペンが認識しなくなったりキーボードが出なくなって戸惑うことがありました。なのでパソコンの操作に自信がない人は不具合の少ない iPad の方が使いやすいかもしれません。ただ iPad はペンが別売りだったりクリスタが月額課金だったりなんだかんだお金がかかってしまうのと、会社ではパソコンを使ってお仕事することが多いと思うので Windows のパソコンを使ってみたい人にはいいかもしれません。この製品は Windows が高機能なプロバージョンなのと 10.1 インチ以下で Office モバイルも無料で使えるので、ペン入力できる Windows 入門機と考えるとなかなかコスパが高い製品なのかなと思います。2年前の機種で3万円の激安パソコンなので、お絵かき中に処理落ちしてしまってプロの人が本格的に使うのは少し厳しそうですが、これ1台買うだけでパソコンとペンとお絵かきソフトが全部揃うのはお手軽でいいと思うので、高性能な新型が出るなら個人的に応援したいと思います。高性能なパソコンと液タブを別々に買うとだいたい15から20万円くらいかかってしまいますし、セッティングも面倒なので、こういう製品がもっと増えてくれたら学生さんでも手軽にデジタルイラストを始められていいなと思います。ただタブレット PC はコンパクトで持ち運びができる分性能があまり高くないので、処理落ちを気にせずにサクサクお絵描きしたい中級者以上の人にはあまり向かないかもしれません。もしお絵描き以外にもいろんなことに使いたいなら動画編集とかもスペック的に厳しいと思うので、そういう人は少し高いお金を出してでも iPad や高性能なパソコンを買った方がいいと思います。デジタルでお絵描きするには今回紹介したタブレット PC の他にも iPad や液タブ、板タブなどいろいろな方法があるので、もし需要がありそうならクリエイターの方向けの機材の選び方なども動画で紹介できればと思います。気になる人はチャンネル登録してお待ちください。今回紹介した製品のリンクは動画の概要欄に書いておきます。旧機種の在庫処分品でなくなり次第終了してしまうようなので、売り切れていたらごめんなさい。あとこの動画でもちらっと紹介しましたが、一緒に買った鉛筆型のタッチペンがなかなか描きやすそうだったので、そちらも後日レビューしてみたいと思います。このチャンネルではおすすめのガジェットやお絵描き関連の動画をアップしています。この動画が参考になったよという方はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。